こんにちは、柴崎です。これね、うちの桃の木です。今年もたくさん実をつけたんですけどね、実はちょっとこれ見てください。これね、私が食べたんじゃないんですよ。山からね、ハクビシンとかアライグマが降りてきてね、みんなこうやって食べちゃうんですね。で、残った桃が少しになっちゃいました。今日はこの桃を使って桃の描き方、簡単な描き方をね、お見せします。ではゆっくり見てくださいね。はい、桃です。ね、綺麗でしょ？上の方に色がついて、そしてこんなにくるんと丸い感じですね。ここに枝がついて葉っぱもついてます。柔らかそうな葉っぱでしょ？これ枝ですね。では、この桃を描いてみましょう。まず形、簡単な円を描きます。そしてこれが枝の線ですね。葉っぱはさっきお見せしたように柔らかなシルエットしていますので、この形で描いてみます。さて、デッサンができましたので、やってみましょう。まず、イエローレモンをたっぷりと溶きます。そこにジョンブリアンを加えます。この混色で桃全体をまず塗ります。こんな感じですね。そしてジョンブリアンをもう少し濃いめに溶いて、桃の上半分、ここに重ね塗りします。今度はオペラピンクを先ほどの色に混色します。そしてまた桃の上半分を塗るつもりに塗る感じですね。色がグラデーションとして広がるように筆を軽く添えてあげましょう。今度はオペラピンクの純色を溶いてきて、ここですね。桃の上の方にまた重ね塗りします。ほら、なんか美味しそうに見えてきたでしょ？こんな筆をきれいにしてから、コンポーゼブルーを最初のこのイエローに加えて、こんな色にして桃の下の方のまだ少し色づいていない部分に塗っていきます。こうすると上からピンクのような色、次にイエローのような色、そしてグリーンのような色のグラデーションになります。では、さらにそこの色にウルトラマリンを加えて、ここに日陰の部分を描きましょう。光が右上から来ているので、日陰は今塗っているように、この桃の左下部分ということになりますよね。日陰を結構しっかり塗りましょうね。境目は手で柔らかくぼかしてグラデーションにします。今度はクリムソン冷液を溶いていきます。そして桃のここですね、一番熟して赤くなった、ここにさらに重ね塗りします。そしてまた柔らかく境目をぼかして
グラデーションですね。そのクリムソンにウルトラマリンを加えて、桃の枝のへっこんだ部分に塗ります。ここは影ですもんね。ほら、一体感が出たでしょうね。この引っかき棒を用意して、ここです。ぐいっ引っかきます。これが枝に当たるんですね。では、先ほどの暖色系の部分にコバルトグリーンを混色して、葉っぱを塗っています。柔らかな黄緑色ですね。柔らかな葉っぱのシルエットを大事にしましょう。あと、最も明るい日向の色というわけです。明るい日向ができたので、次は暗い日向の色を作ります。グリーンの2番とコバルトグリーンを混色して、こんな色ですね。弱い日向はこの辺りです。上の方を残して、こうですね。葉っぱが沿って見えるように、そんな形に作ってみましょう。そこにウルトラマリンを少し加えて、ちょっとグリーンの色に変化つけたり、さらにウルトラマリンを多くして葉っぱの日陰を作ります。日陰といえばこれですね。枝が実の上に落とした日陰の形です。では、バンパンパンを薄く溶いて、細筆を使って、この細い枝を描きます。枝の影を加えると本物っぽいでしょう？とてもリアルな感じが見えると思います。今度は、オペラピンクを細筆につけて、ここですね。桃の皮についた細かな模様をちょっと描いてあげます。さあ、これで綺麗な桃が出来上がりました。この桃がそこにあるんだなという感じに見てもらうために、今から床に落ちた影を描きます。ビリーちゃんとクリモソンレーキの混色で黒っぽい色を作ります。こうですね。床に落ちた桃の影、そして枝の影も床に落ちてますね。葉っぱの影も床に落ちてます。床の影を描くと実在感がはっきりとしてきます。最後にぼかしをかけていらない線を消して、これで桃の完成です。はい、今回は桃を描いてみました。ポイントは、ピンクとイエロー、そしてグリーンの色をガムの上で混色してグラデーションにすることです。いかがでしたか？あなたもぜひ
描いてみてくださいね。なおこの後今日使った色とか画材の説明をしておきます。最後まで見てください。それではまた。